こんにちは、慶州です。桜の花が咲きました。桜をめでる季節にこれからはなります。桜をめでる人のことを桜人というそうですが、そうすると私たち日本人はみんな桜人ということになりますね。美しい桜を愛し、伝統を重んじる日本人の心を表現していきたいと思っております。それでは始めたいと思います。本日は紫式部の歌を書いていこうと思います。NHK の源氏物語のドラマが記憶に新しい方もいらっしゃるかと思います。式部は巡り相手というこの歌一首が百人一首に選ばれております。そしてドラマでは清少納言とのライバル感が描かれていましたよね。そのことについて私は思うことがありますので、それは後ほどお話ししたいと存じます。お楽しみに。では早速書いていこうと思います。百人一首57番、紫式部。巡り合いて利子やそれともわかぬ間に、雲隠れにし夜明の月かな。以上になります。それでは作品について説明したいと思います。今回は展覧会出品のために門人に手本として本人の目の前で書いたものです。私は巡り相手という素敵な言葉に心惹かれ、こちらの部分を強く書いてみました。そして雲隠れにし、ここにも思いがございます。式部の心の内を表現している雲隠れという幻想的な言葉、そしてその中にある思い、それを線で表して書いてみたいと筆を運びました。このように筆の表裏を使い、実際に見える雲間や式部の内に秘める隠したい思いを併せ持つ線を描けたらと挑戦してみました。いかがでしょうか。なかなか難しいものです。
それでは最後になります。冒頭でお話しいたしました「源氏物語」について一考察述べたいと思います。あのドラマでは紫式部と清少納言のライバル感が話題となりましたよね。でも私は学生時代より古典が好きでしたので、このお話には少し合点がいきません。時代設定としてこの2人は同時期に宮中で過ごしたとは考えられないと学び記憶に置いてきたからです。実は昨年イギリスの英国日本人協会でも講義でこの質問がありました。式部の清少納言とのライバル感、性格やつながりについて。私はドラマでお二人は同じ宮中で過ごしライバルであったと描かれていますが、実は時代設定としては宮中ではおそらく一度も2人は会ったことはないと考えにくいというふうに学んでおりますと答えました。それにしてもやはり NHK は英国でも皆さんが見られるということに確認し、同じ日本人として嬉しくなりました。海外にいても日本の歴史に深く惹かれるものなのですね。国を愛する心、日本の文化を学ぶ心は海を越えても持ち続けることに感動いたしました。それでは終わりにしたいと存じます。本日はありがとうございました。世の中が何かと慌ただしい中にありますが、皆様もどうぞお健やかにお過ごしになられますように、平和を祈ります。それでは失礼いたします。慶州でした。ごきげんよう。